こんにちは、ケイスケです。今僕はパリの環状道路ペリフェリックに向かってパリ市内を走っています。早いもので5月も第2週目に入り、ここのところ好天が続いているパリ市内です。幸い渋滞に遭うこともなく進入できたペリフェリックは時間帯のせいなのか車もそれほど走っていません。ラジオをかけたまま高速道路 A4 に向かっていきます。今回僕が向かっているのはパリから南東約50キロ先にあるボールビコンテというお城です。I wish I didn't drop my guard. I would've never felt this hard. Hope you know you left these scars all over my heart. Everything feels so unknown now that I'm letting you go. You were my Gemini, you were my reason why. Now you're my kryptonite. Now I'm terrified, terrified, terrified. I wish I didn't drop my guard. I would've never felt this hard. Hope you know you left these scars all over my heart. I wish we didn't mess this up. If only we could be true love. Honestly believe in us, in us. 3 a.m. scrolling since 2. Staring at pictures of you. 'Cause you were my Gemini, you were my reason why. Now you're my kryptonite. Now I'm terrified, terrified, terrified. I wish I didn't drop my guard. I would've never felt this hard. Hope you know you left these scars all over my heart. I wish we didn't mess this up. If only we could be true love. Honestly believe in us, in us.あれ行き過ぎちゃったわ。これ駐車場左かな。この左手に見えていたのがどうも駐車場のようです。あら、引き返さないとダメだ。U ターンができないほどの細い道でしたが、もう一つの別の入り口から入ることができました。ということで到着しました。今日はとても気温が高くてですね、何度あるんだろう、21度ありますね。これか。入り口書いてありません。こちらですね。こちらでチケット購入します。最後に入れるのは17時45分と書いてあります。早速中に入っていきます。上が予約をしてもすでにチケットを持ってらっしゃる。この下に降りるとお土産屋さんがあるんですね。ということで階段を降りてチケットを購入します。ということでチケット購入しました。17ユーロですね。ということでチケット売り場を出るとすぐカフェのテラスがありました。この日の光で反射してすごく眩しいですね。こんな感じの中です。今僕がチケットを買った場所ですね。この隣にブティックって書いてあるのがお土産屋さんです。こっちからでいいんですよね。
シャトーって書いてありますね。天気がいいので半袖の方がいらっしゃいます。こんな場所です。これなんですかね。ミューゼでゼキパージュって書いてある。なんだ。こちらは17世紀から19世紀までの馬車がテーマごとに展示されている博物館です。そしてこちらがその内部です。大小さまざまな馬車が展示されている館内です。すごいな、この綺麗な馬車ですね。ずらりと並んだ馬車はどれも見事に保存されていて一見の価値ありです。これもすごいですね。こちらのプレートには1840年と記されています。こんなカゴみたいなやつもあったんですよね、日本の。どれも素敵なアンティークの馬車です。さらに奥に進んでいきます。すごいですね。進んでいきます。こちらは鍛冶職人のアトリエのようです。次の部屋です。すごいですね。ここもすごいな。この中央の馬車は1880年頃オーストリアで製造されたものだそうです。プレートにはシュバルではなくてポニーと書いてあります。で、次の部屋ですね。博物館には他にも帽子や蔵など当時の品々が多数収蔵されています。一口に馬具といってもこんなにもたくさんの種類があるんですね。大きい、これすごい大きいですね。これは4頭の馬で引く馬車です。この緑の馬車、革命時にシャルル10世がパリを脱出する際に使用したモデルなんだそうです。では出ます。博物館から出てきました。今日の空には霜降りのような雲が広がっています。この正面の門をくぐればお城が見えてくるんでしょうか。こっちは何だ。次はシャトーかな。その門をくぐり抜けます。人が並んでるな。これはさっき僕が車を置いた方ですね。ということで進んでいきます。遠くから見ても一瞬でその優美さを感じるシャトーです。今僕は向こう側から来ました。ということでお城に入ります。この周りにも堀があるんですね。今の反対側ですが左右対称に作られてるんですね。このまま正面に進んでいきます。すごいな、これ。1656年から6年ほどかけて建設されたシャトーの正面中央の部分です。この正面から見た。そしてこのシャトーから見える景色がこちらです。景色です。どうやら待つこともなく中に入ることができそうです。Bonjour. Vous voulez un casque audio avec votre visite? 入ってすぐはこんな感じですね。オーディオガイドをお借りしようと思います。なんと無料でした。Donc il faut juste oui japonais ok japonais donc en japonais ça commence à l'étage それではシャトーの中を観覧していきます。
このヴォールビコント城は17世紀半ば、ルイ14世の大蔵卿だったニコラ・フーケが当時の高名な建築家や画家、そして造園家などを集結させ建設したお城なんだそうです。階段を上ると無数の版画が左右に飾られた黄色の廊下を目の当たりにします。最初に目にするこの部屋はシャトーの中に3つあるニコラ・フーケの部屋の一つで、その中でも寄木細工が施された黒檀の戸棚はとても印象的です。経路表示に従って進んでいきます。黒い暖炉が設置されているこの2つ目の部屋はフーケの仕事部屋だったそうです。そして3つ目となるこの薄暗く遮光された部屋、こちらはフーケの寝室だったそうで、壁には5枚の大きなタペストリーがかけられています。かつてフーケ夫人が利用していた部屋です。天井の中央部分を占める空は現代風で、その周りを17世紀に描かれた風景画と翼のある女性像が囲んでいます。1615年にパリで生まれたニコラ・フーケは早くからその頭角を現し、35歳という若さでパリ高等法院の検事総長となります。そしてその3年後には検事総長兼財政監督官として首相に任命され、フランス王国で最も裕福で有力な人物の一人となったそうです。シャトーの立面図は完璧な対称性を保っていますが、内部の設計もほぼ完全に左右対称で、東側と西側でほとんど違いがありません。シャトーには階段が左右対称に2つずつ設けられています。フーケは城の東半分は王のために、そしてこちらの西半分をフーケ自身のために用意しました。王のために一連の部屋を用意することは当時の貴族の邸宅では一般的な慣習だったそうです。さっきのところに出てきました。引き続き表示に従って進んでいきます。階段のところまでやってくると、壁には2枚の大きなタペストリーがかけられていました。シャトーのドームにはどうもこちらから登れるようです。ドームの方に行けるようなので、ドームに行きます。階段はこんな感じです。少し傾斜がきつそうな階段ですよね。ひんやりと涼しい廊下です。小さな音でも響き渡るとても静かな館内です。さらに螺旋階段を上がっていきます。僕は今このドームの真上にある先頭の上に出ようとしています。さらに幅の狭い階段が続きます。人とすれ違うにはあまりにも狭い階段です。幅は50センチ程度でしょうか。外出れる。500ヘクタールもある広大な敷地です。反対側がさっき中央の部分からこちらの方に向かって歩いてきました。再び階段を降りています。これからシャトーの東側に向かいます。ところでこのシャトーの工事に従事した人数には諸説あって、推定では600人から2000人がこの王国最大の建設プロジェクトに従事したと言われています。王を迎え入れるための部屋も完成した後、コルベールの勧めを受けたフーケは盛大な宴を計画し、ルイ14世を招きます。
再び中央の部分に戻ってきました。さっきのところに戻ってきましたね。この真上のドームには太陽の宮殿と題したフレスコ画が描かれる予定だったそうです。それでは風紀がルイ14世に用意したシャトーの東側に進んでいきます。お借りしていたオーディオガイドをこちらで返却します。返しました。地下に調理場があるようで階段を降りて進んでいきます。進んでいきます。こんな地下があるんですね。出てきます。こちらは使用人たちが食事をする場所だったそうです。その先に薄暗い部屋がありました。ちょっと狭い。カーブですね。料理をする場所だ。ここで調理していたんですね。そこでパン焼いてる。出口までやってきました。この盛大なパーティーは大成功を収めたそうです。ところが風家の存在を快く思っていなかったルイ14世はその3週間後の1661年9月5日、不貧困を理由に風家の逮捕を命じます。この正面を見たいので正面をお見せしますね。とても素晴らしいお城ですね。そりゃ王様も嫉妬しますよね。3年にも及ぶ長い裁判の後、財産の没収と王国からの追放を言い渡された風家ですが、その後刑期は国王によって終身刑となり、1680年3月23日投獄先の要塞で死去しています。すごく綺麗ですね。大きいな。
このお城の建設に携わった人々はルイ14世によって再結集され、あの有名なベルサイユ宮殿はフー家の死後2年後に完成しています。じゃあ行きますか。それにしても今日はとてもいい天気でした。ということで今回はあのベルサイユ宮殿のモデルとなったお城ヴォール・ヴィコントをご紹介いたしました。今後の皆さんのパリ旅行の参考になれば幸いです。ご感想お待ちしています。ということで明日もいい日になるといいですよね。それではまた。